こんにちは。バンダイスピリッツコレクターズ事業部の岡崎です。超合金魂ファンの皆様、お待たせいたしました。コレクターズ事業部の最重要ブランドの一つ、超合金魂が記念すべき100体目を、迎えたことを記念して、ついに超合金魂100種類再販投票が開催されます。懐かしいものから最新のものまで、発売の当時を振り返りながら楽しんでいただければと思います。またあなたの投票で再販アイテムが決まるかもしれませんので、ご参加の方もよろしくお願いいたします。そして今回は超合金魂を愛してやまないこちらの方にも、登場していただいております。どうもアニメーション研究家の五十嵐です。よろしくお願いします。それでは早速、中の方へ入ってみましょう。はい、行きましょう。それでは早速 GX01 から、見ていきましょうか。はいはい。こちらマジンガー Z ですけどもね、はい、24年前の誕生ということで、はい、もう24年前に GX01 マジンガー Z が誕生して、しばらくは1年に1体のペースでリリースされていったんですね。このね GX01 と02は R 商品として、ここ魂ネーションズ東京で、限定発売しておりますので、再販投票にはこの2アイテムは含まれませんけども、歴史はもうここから始まったということですよね。はい、そうなんです。この初期のねラインナップを見ていくと、このマジンガーシリーズの流れから結構アフロダイとか、でボスボルトとか、このレディー系ロボット、結構ありますよね。はい、そうなんです。今見てもプロポーションや関節可動にこだわりが感じられる名アイテムになってますね。しかも1話限りのゲストキャラクターだったミネルヴァ X まで商品化するというちょっとこだわりが感じられる、ラインナップとなっています。早速ね、一応機械児ポジションのキャラクターが、ラインナップされてるっていうのもね、いいですよね。はい、で、マジンガー Z の後期パートナーダイアナ S がもし例えば再販されるんだったら、マジンガー Z は国大将軍カラーで出たりすると嬉しいななんて思っちゃいます。あ、それ貴重な意見ですね。はい、そしてこの10番以降20番台まで見ていくと、エヴァンゲリオンがあったりとかですね、ここに機械獣がラインナップされたり、あとはこのねザブングル、戦闘メカザブングル、これいきなりちょっとサイズ感がね、ちょっと小さくなりますけども、こちらはもちろんね、このサイズには意味があるということですね。そうなんですね。いわゆるプラモデルでおなじみの144分の1スケールを意識して、その中にも詰め込めるだけの変形、合体、関節可動、オプションパーツっていうのを本当に全部盛りにしていたすごいアイテムでした。やっぱりこれ作品へのね、担当者の愛情が感じられるっていう感じですね。ものすごいこだわりをやはり感じられますね。それで見ていくと、このバトルフィギュアラボ、初の30、30という切り板で、初の特撮系ロボットの登場ということですね。これも本当に特撮、映像に登場したスーツと関節可動、プロポーション、立体っていうものをすごくうまくすり合わせて作っていた感じですね。しかも武器がほぼ全部ダイキャストで作られているっていうのも当時は驚きました。はい、じゃあちょっと次のセクション行ってみましょうか。行ってみましょう。さあ続いてですけど、五十嵐さん、いよいよかなりどんどん大きいのが出てきましたね。大きいサイズがもういきなり巨大化しちゃってますけど、ガンバスターとか、そしてこのイデオンなんかもね、すごいですね。伝説巨人の何にふさわしいサイズ感で、そしてこの付属パーツもすごいですし、このね巨大なイデオンガンもついて本当にボリュームたっぷりのアイテムになっていました。かつこのイデオンのその3体の合体メカ、これもすごくよくできていまして、映像の合体システムを表現するためにいろんなギミックが詰まっている、すごい合体メカの傑作になっています。これ、ちょうど先ほどのザブングルの流れからのウォーカーエリア、このサイズ感で横にあるっていうのもね、すごいですね。なかなかいいですよね。で、そしてキングジョー、これもいきなりね、この特撮ロボットの中のウルトラ怪獣から初のウルトラですね、異例のラインナップということでね、ちょうどこの頃に展開してたウルトラアクトとか、その辺とのサイズ感のマッチングっていうのもいいですよね。ウルトラ怪獣シリーズサイズでね変形して合体してしまうっていうのはちょっとかなりの驚きでした。そうですよね。そして大きいではね、このアイアンギア、これもね、もうイデオンに負けず劣らずのボリューム感で、もう全高もでかいんですが、もうランドシップ変形するとこんなにね長くなってしまう、これも変形アイディアの勝利だと思うんですが、かつこれはこの変形なのにかかわらず膝が曲がってしまうというのに当時驚いて、
本当に曲がるのと思ったら曲がっていたので、もう当時の設計アイデアに驚きました。そうですよね。この、ちゃんとロボット形態での、関節可動と変形と、あとね、ちっちゃなウォーカーマシンがミニウォーカーマシンもたくさんついていて、それも大変楽しかったですね。基地遊びもね、一緒に楽しんで、ジオラマとしての遊びも楽しかったです。はい、それバイカンフーね、ちゃんと、合心します。合心するバイカンフーや、あとやっぱしゴッドバード、に変形する初のこれ超合金の初の変形ギミックが入った超合金からの、超合金騙しがですよね。はい、ライディン。はい。そしてこの GX41S デラックスフェードインセットっていうのがございまして、これがまたもう後ろの人命は基地、そして素体ライディーン、もうさらにオプションパーツが山ほどついたものすごいセットで、もうこれはもうライディーンへの異常なくらいの愛情が詰まった、素晴らしい当時のね担当されてた野中さんがもうライディーン大好きな方だったので、はい、そのこだわりが本当に詰まった商品だったんですね。あとスタンダードデラックスが同時に出たっていうのも当時は新しい試みでしたね。はい、はい、であとはその東証ダイモス、はい、これもねトランザーからダイモスへの変形、これちょっと劇中の設定からちょっとアレンジして、ね、プロポーション、そして変形があったり変形のねバランスを維持しているという感じですけどね。そうですね、本当に変形そのものはもう映像とほぼ違うんですけれども、まるっきり違うんですが、それだけにロボットとトランザーのプロポーションを類させるということに大変アイデアが込められたものでした。これは当時本当に機構施策を見たときに本当にできるのかなと思ったらできちゃったので、やっぱり驚いた商品です。はい、そしてその横にありますのが太陽の使者の鉄人8号。これはもともとの元祖鉄人も僕大好きなんですけども、このやっぱ太陽の使者も、かっこいいですよね。はい、特にこの超合金魂バージョンは大変アニメーションに近い映像に近いプロポーションになっていて、それと関節可動が組み合わさってなかなか遊びが良いものになっていました。そして首が上にスッと上げられる飛行ポーズをね再現できるっていうのも良かったですね。はい、これGX44 の S ということで、ブラックオックスとのセットアイテムっていうのもやってましたのでね、やるんだったらブラックオックスも一緒にやりたいなぜひね今度はダイキャストを使ったブラックオックスは見たいですね。はい、はい、そしてこちらこれもちょっとね異色のラインナップ、スーパーロボット対戦から、はい、はい、そうなんです。大ゼンガー、これももうフェールドモードがもう極めてもうすごいボリューム圧倒的ですね。はい、でこれもまた本当に変形合体できるんだろうかと思っていたものですが、これバンダイさん当時の技術力設計で実現した驚きのアイテムでありました。そうですね、2体のロボットのセットでね。はい、はい、いやなんかこうやって見ると、ここに来て一気に、ジャンルが広がっていった感じですよね。そうですね、はい、そして大型化していろんなチャレンジを見られていた時期でありました。はい、はい、じゃあ次のセクション行ってみましょうか。はい、行きましょう。さあそしてこちらのコーナーではちょうどね、そうですね、ビッグオーとかこういうシン・マジンガーとかね、踏まえまして、ついに50番っていうね GX50 折り返し、ポイントに来て、コンバトラー V がこちらね、完全新規でですね、はい、先ほど展示にありました GX03 コンバトラー V も大変アニメーション映像の再現にこだわりを持っていたアイテムだったんですが、この50はちょうどこれ超合金魂10年目の商品なんですけれども、10年間のノウハウが詰め込まれて、よりプロポーション変形がブラッシュアップされ、大変かっこいいものに仕上がりました。こちらね、ナンバラコネクションコンバトラーの基地、これもね一緒に商品化する商品化されてたというね、これも当時驚きました。はい、これはやっぱ記念プロジェクトにふさわしい、ラインナップだと思うんですけどね。はい、で、またでかいですね、大胆3。はいね、大胆3からのこのね、ほら忍者戦士飛び影、はい、これね飛び影と、黒獅子、はいはい、そして蓬莱王、幕竜、そしてねゼロ影と、はいはい、こうやってね3体それぞれ3アイテムで交互に変形合体が楽しめるっていう。はい、そうですね。これも3体の全て出たということはやっぱ何よりも嬉しかったですし、で3体をどう商品化してどう差別化していくかということの企画をものすごく練っていたという記憶があります。そして飛び影が変形重視、可動重視、
そしてカード重視と対なるゼロ影という形でうまくそのね商品ラインナップが揃ったことも大変嬉しかったと思っています。ね、今見ても本当にかっこいいですね。はい、かっこいいです。そしてここに来て、はい、宇宙戦艦ヤマトのシリーズということでロボットではない、はいはい、宇宙戦艦が来ちゃうっていうね、はい、ヤマトとそして、続くようにアンドロメダ、はい、こちらもねちょっとまた異色のラインナップですよね。はい、そうですね。アンドロメダはもうとにかく艦種拡散波動砲の光と音がLED で変化したりとか、本当にもう待ってましたというアイテムでしたね。でこのボリュームも含めて本当に当時本当に嬉しかったものでした。はい、そして、こちらもねポピー時代からの王道の、スーパーロボットダルタニアス、はい、ゴッドシグマ、はい、そしてね大王者と続く、はい、3体合体ものが続いておりますが、はいはい、大王者はとにかくもうこれもどうやって合体するんだろうっていうようなことをやっぱり当時思って見ていたものがあります。特にこの青いダの変形というのがものすごく複雑なもので、このプロポーションと変形と合体と稼働を、どうやるんだろうと思ったらもうこんなかっこよく作ってしまいました。これは本当に驚きなのでぜひ手に取っていただきたいアイテムでありますね。はい、はい、そして、弾丸です。はい、はい、これもね当時の、ポピーのデラックス超合金からの、結構そのフィードバックが見えますよね。はい、そうですね。ある意味本当にシンプルなリメイクとして作られていました。どうしてもこれ腕の変形、腕のパーツが途中からちょっと出てくるっていうものがあるんですが、その矛盾というものはちゃんと変形でしっかり処理してパーツを取り外さなくても変形できるようにしていたのは良かったですね。はい、はい、こうやってね、さらにこうバリエーションが広がっていった感じですよね。はい、はい、じゃあちょっと次のセクション見てみましょう。はい、はい、こちらのセクションからはまたこれちょっと異色のねフランキー将軍、はい、はい、まさかのワンピースのキャラから、そうですね。はい、確かに超合金っちゃ超合金。はい、これはいろいろパッケージングにねいろんな冊子がたくさん入っていて豪華だったのも覚えてますね。はい、でリメイク版のね2199ヤマトの2199シリーズからのヤマト、先ほどのね、いわゆる初代のヤマトアンドロメダからの流れでの、またここで、ヤマトの、アイテムが入ってきたりで、ちょっと異色なのはこちらですよね。ダイタン3のリニューアルカラー版、はい、GX65 って新しいナンバーが振られてますよね。はい、これはもうこの台座がもう完全新規に造形されていたりとかするので、これは単に色替えというよりはもう新しいナンバーをつけてしまおうというような考えがあったんだろうと思います。なるほどね。はい、それからまたこのヤマトが流れでこの、ね、劇場版のアルカディア号、ね、はい、ギガテスト39バージョンってやつですね。はい、ね、これも大変迫力があるやつですね。はい、音楽も良かったです。ね、ガオガイガ、はい、68番でもガオガイガのシリーズね、このさまざまなオプションパーツがあって、ゴルディマーグも含めてガオガイガパーツも含めると大きいです。はい、でこれもでもある意味勇者シリーズが初の、ね、バンダイ、ブランドでね超合金魂として出たということでね、はい、これも記念アイテムです。はい、これでね68、69と来るんですけども、で70から、いよいよこうね今にもつながっていく、いわゆるダイナミッククラシックス、DC シリーズのマジンガー Z ということで、満を持してのまたマジンガーの、リメイクというかリビルド。はい、はい、そうですね。本当に GX01 から比べると本当に分かりますけれども、超合金のリメイクから始まって、もうここはもうまさにもうダイキャストを使ったフィギュアまで進化してしまったっていうことがなかなか見比べると面白いので、ぜひ皆さん比べてみてください。そうですね。この大地和弘さんのね、完全監修によるプロポーションのこだわり、あといわゆる劇中の一番かっこいいイメージの追求ということで、マジンガー Z グレート、ゲッター、ね、グレンダイザーとね、続いているシリーズですよね。はい。そして71番、ゴライオン。はい。これもね、これいわゆる海外での人気も高くてね、そうですね、ボルトロンっていうタイトルで、もうデラックス超合金としてももう本当に大名作でありましたから、ようやく出てくれてよかったっていうものの一つですね。しかもなんかむちゃくちゃ重いんではいね。
そしてその横にもあります、これもアメリカでパワーレンジャーというね、はいタイトルで、大ヒットしました、恐竜戦隊10レンジャーから大獣人ですね。はい。これはね、先ほどのバトルフィーバーとは違ってもう合体変形をするタイプの戦隊ロボとしては初の商品化になります。はい。そしてこの後ドラゴンシーザー、キングブラキオンともうそのいわゆるね、その合体進化を各商品でできるっていうことも商品魂のちょっと新しいパターンになりましたね。でさらにちょっとまたこれも異色のアイテム、ジプシーデンジャー、はい、映画パシフィックリムからのチョイスでございます。はい。これはどちらかというと発光ですね。発光ギミックで映画の魅力を再現していたものですね。あとおまけで船がついたらよかったです。タンカーでね。そう。で合わせてソフビ魂で怪獣もアイテム化されたりっていう。先ほどのボルトロンで、アメリカでも人気のゴライオンや、あとパワーレンジャー人気のあるこちら大獣人、そしてこのね、ハリウッド映画であるジプシーデンジャーと海外でのねアイテム展開も意識して、一気にグローバル化していったのもそうですね、ラインナップされていってるっていう、特徴ありますよね。そしてね、こちらもちょっと新しいシリーズが始まった FA シリーズ、GX79 から、プロポーションとあとそのアクション、変形合体よりは、いわゆるアクションフィギュアとしての、そうですね、これも本当にもう例えば足腰の動きとか、よくこんな小さいサイズに関節をたくさん詰め込んでるななんて思えるものになっているので、これも本当に一度触っていただきたいシリーズであります。でここでまた、ある意味異色のアイテムということでね、不思議の海のナディアからノーチラス号ですね。これもね劇中の音声とか入っています。このね豪華な台座、もうスイッチボタンもいっぱいあります。そうでこうして見ていくと、この FA シリーズもねこうやって、充実していってるんですけども、その流れをこのノーチラスからのまた戦艦ということでね、宇宙戦艦の2202から、ヤマトと、それに対応する、ガミラス甲虫装甲艦と、これはもうね2つ揃えるともう戦闘シーンがこうね音光再現できてしまうという。そうですね、これでモーションリアクトサウンドシステムっていうね、砲塔が電動旋回して、さらに劇中のね五代やユキ、島の、声優さんの声がね実際に新録されておりますからね、これのために。ヤマトこれでね通算3回目の超合金魂化ですけれども、その度にちゃんとしっかりと進化を遂げているっていうアイテムですね。そしてゲッターエンペラー、もう最強というか、もうこれ設定で何キロあるんだっていうねサイズがよく分かってないんですけども、そうですね、なんかもう地球サイズ宇宙サイズとかも本当にむちゃくちゃな設定が大変魅力的な、もう最強最大のゲッターロボですが、それがもう変形合体すると聞いて嘘でしょと思ったら本当にできてしまった、もう驚異の技術力ですね。そしてこの88番、これをね、忘れちゃいけない、ダイラマ15、これもねポピー超合金時代の名作アイテムですね。そうですね、15体が15機合体分離、そして、クーラガー、カイラガー、リックラガーにね5機ずつ合体できるっていう、できるのを全部再現しています。これ当時は超合金じゃなかったんですね。そうなんですね。ちょっとボリュームが大きすぎたので超合金ダイキャストを使わない商品だったんですが、当時はね、あえて今回はその超合金魂ということで、ダイキャストもバッチリ使って、関節も大きい、そして蒸気合体を再現した究極のアイテムになっています。こちらもねボルトロンっていうまたゴライオンと同じ、シリーズタイトルで、アメリカで放送もされてたということでね、これも海外の需要も含めてという形になりますよね。で、FA シリーズでコンバット、新たにねイデオンが加わるというね、これまでいわゆる、70年代がメインだったんですが、80年代に突入という形でのイデオン、これもねこうイデオンガンを足で引っ掛けて持つっていうね、形のポーズが取れる、映画の中でのね印象的なポーズもちゃんと取れるよっていうアイテムだったり、DC の流れで、ゲッター2、そして3のセットアイテム、コマンドマシンが商品化されたのも嬉しいですね。でさらに、アルカデ号、これテレビ版の宇宙海賊キャプテンハルクからの
アイテムで、ヤマトと同じ、モーションリアクトサウンドシステムを積んだアイテムで、はい、そして来ましたよ、ブラックウィング。はい、そしてダンクガーと合体してファイナルダンクガーになるって、これもまた大きいですね。そうですよね、はい、合わせてそのダンクガーもね再販して、一緒にこう盛り上がっていったという、アイテムでございます。はい、はい、いよいよね GX100 へのカウントダウンということで、95番はこちら投資ゴーディアン。はい、これももうポピー時代の大傑作アイテムですね。ただこれも単純にリメイクではなくて、なるべく本当に映像にその合心するキャラクターたちをサイズを近づけてあるというところが驚きでした。昔の超合金だとダイモなんてもうこの半分以下しかなかったのに、はい、ちゃんと全部アクションフィギュアと成立しているっていうのはすごいことだと思います。合心してもねちゃんとその関節が動くというね、究極のゴーディアンですね。はい、そしてこれまたね、3機合体変形ゲッターロボ5。もうゲッターロボの変形っていうのはちょっとね、漫画アニメ的な表現なので基本的にはちょっとできないんじゃないかなんて言われていたものを完全合体を可能にしたすごいアイテムですね。ゴーショーガイとね、3タイプの、ゲッターに完全にゲッターチェンジできると。もう拳の一個一個までちゃんと格納した本当にもうこだわり抜かれたゲッターロボ5でございます。そしてこちらまたね、東映特撮ロボットからの、アイテム化でして、居住特捜ジャスピオンから、超惑星戦闘巨人大レオン。これも完全変形をバッチリ再現しているだけではなく、いわゆる当時のデラックス超合金でも魅力だった腕やもものメッキなどをしっかり再現している。そしてコズミッククラッシュのポーズも取れるとか、もう本当にいろいろ楽しいアイテムです。そして最新のアニメーション、テレビアニメーションからのアイテム化で、ゲッター Day2。ゲッターロボアークに登場するゲッタードラゴンをねモチーフにした量産タイプのゲッターロボですね。これはもうドラゴンと同じようなかっこよさがあり、かつ関節がものすごく動くので、ダイキャストもねバッチリ使ってますね。劇中にいっぱい出てくるんでいっぱい並べてもいいんじゃないでしょうか。そしてついに99番。ゲッターロボアーク。そうですね。ゲッターロボアークに登場する主人公ロボットゲッターアークでございます。これはもう関節可動も含めてものすごくよくできています。そして結構サイズが大きいのでね、歴代ゲッターと並べたりマジンカイザーと並べてると結構いいんじゃないでしょうか。そうですね。で、ゲットマシンも3機ついてます。99番です。それではいよいよ GX100 です。こちらガイキンガン大空マリですね。もうこれはもう全長75センチ、約75センチという本当に大ボリューム。これね本当に超合金魂のガイキングと、あえてビッグスケールって言ってますね。ビッグスケール大空マリン。これのセットアイテムということで記念すべき100番目のアイテムです。で改めてねもちろんガイキングも現在の技術でプロポーション可動がより素晴らしく作り上げられています。で今回ねこマイクロポピニカのねバゾラー、スカイラー、ネッサーというね、当時ポピーのね、ポピニカシリーズで展開していたものと、超合金、で展開していたガイキング、そして、ジャンボマシンダーで出てた、大空マリュウっていうのもありましたからね。もちろんこのガイキングも分離して大空マリュウに格納できたり、そしてこの恐竜メカも大空の中に収納できるっていう収納遊びもね、基地遊びもできる。これが記念すべき GX100 番になります。ということで歴代のアイテム紹介は以上となります。五十嵐さん、 GX01 から100まで振り返ってみていかがでしたか？いや24年間の超合金魂の歴史というのを本当に重みとともに感じました。素晴らしいシリーズだと思います。視聴者の皆様は楽しんでいただけたでしょうか？超合金魂100種再販投票の詳細は魂ウェブ特設ページにてご覧いただけます。魂ウェブ超合金魂で検索してください。それでは会場からお送りしたのは岡崎と五十嵐でした。よろしくお願いします。それでは。